その日、タイから出国したこの女性はその後一切行方不明となりました。彼女は一体どこへ向かったのでしょうか。2025年9月20日、タイ・バンコク朝7時頃、スワンナプーム国際空港のロビーに一人の女性の姿がありました。茶髪を短く束ねたラフな装いのその女性はベラ・クラフツォワさん。ベラルーシ出身の彼女はアジア各国を旅しながらナイトクラブやバーで歌手をしたりフリーでモデルをしたりして生計を立てていました。そして今回彼女がタイへ訪れたのは SNS を通し日本円換算で1ヶ月50万円以上という高額報酬のモデルのオファーを受けたため、少し条件が良すぎるようにも思えましたが、ファッション業界や観光業が盛んなタイでは珍しくない話だと信じ、ベラさんはやってきたのです。しかし結果から言ってその仕事は絶対に受けてはいけない仕事でした。タイでの仕事のはずが、この日彼女はミャンマー行きの便へ乗りました。そして高額報酬の仕事のオファーを受け、その後失踪した女性。彼女がたどったあまりにも悲惨な運命とは。異国へ誘う悪魔の求人はあなたのすぐ近くにも。おさすけんちゃんです。みやみこです。というわけでね、僕らってさ、6チャンネルやめたじゃん。昔ね、某6チャンネルにいたんですけど、その時の同期がさ、S 君が、三島由紀夫のドキュメンタリーみたいなやつをさ、出してたの。ちょっと面白そうだなと思って、見たんですよね。で、それ見て、最近またなんかちょっと、三島由紀夫ちょっと調べるようになって、三島由紀夫ってね、簡単に言うと、文豪みたいなものなんですけど、確かに川端康成がさ、その才能を見出したみたいな。そうなんだ。感じだった気がするんだけど、で、最後なんかこう、ね、日本のね、未来を憂いた結果、滑腹実とするっていうね、衝撃の死を遂げる、なんかもう本当にすごいね、人なんですけど、またなんか熱が再燃して、最近買ったんですよ。何、三島由紀夫入門書みたいなやつ？幽谷かな？幽谷、幽谷と仮面の告白みたいな。はいはい。性同一性障害というかね、あれ悩んでみたいな。で、買ったんですけど、まだ届いてなくて読んでません。何の報告よ。なので皆さんね、大事なものに絞るっていう考えも僕は大好きなんですけど、たまに逸脱してみようぜっていうのも大事だからと思うんで、ちょっとやろうか悩んでることあればね、やってみましょう。うざ。というわけでね、今回は世界にはびこる闇をご紹介。モデルの仕事のオファーを受けてタイに向かった女性が、その後行方不明になってしまう事件。この失踪には昨今アジアを騒がせているある犯罪組織が関わっているとされているんです。モデルのオファーを受けてそっから行方不明になるってさ、その仕事自体が、詐欺とか嘘だったってこと？そうなんですよ。この事件はね、僕ら日本人にとっても人事じゃないんで、あ、こういう手口あるんだっていう意味でも、かなり勉強になる動画にしてあるんで、ぜひね、皆さん一緒に考えながら見ていただければと思います。高収入の仕事のオファーを受け、意気揚々と旅立った女性。現地へ到着した彼女からは、どこか様子がおかしいメッセージが届いていたんです。自由な人生の末に。2025年9月下旬、ベラルーシの首都ミンスク。中年女性のオルガ・クラフツォワさんはスマホ画面を見つめながら小さくため息をつきました。画面に表示されているのは娘ベラ・クラフツォワさんからのメッセージ。なんか思ってたのと全然違う仕事をさせられてるの、もう疲れちゃった。ベラさんはつい最近モデルの仕事のオファーを受けてタイへ向かいました。そしてこの数日、前向きな彼女にしては珍しく両親に向けてネガティブなメッセージが届き続けていたのです。彼女は幼い頃から芸術に傾倒し、音楽学校で歌や管楽器を学んだ後、アジア各国を旅しながら生計を立てるという自由な生き方をしていた女性。中国を主な拠点としながらも香港、シンガポール、ベトナム、インドネシアと様々な国を転々としていました。音楽を専攻していたこともあり、行く先々のナイトクラブやバーで歌手の仕事をしたり、フリーのモデルをしながら暮らしていたベラさん。そして迎えた2025年9月、旅の資金の不足に悩んでいた彼女が SNS で見つけたのがタイ・バンコクでのモデルの仕事でした。月額3000ドルから5000ドル、日本円換算で50万円以上になるその求人は、ベラさんにとって好きなことで高額報酬を得られるまたとないチャンスに思えたのです。すぐさまこの求人に応募したベラさんは9月12日にバンコクへ到着。当初は現地での様子を SNS にも頻繁に投稿しており、両親にも順調であることを知らせるメッセージが届いていたのですが、好きな仕事しに行ったはずなのに、急になんかすごく疲れたとかっていう
メッセージが入るようになって、両親も怪しみ始めたってことよね。まあそうなんですよ。SNS でね、仕事のオファーを装ってね、声をかけるっていうのは、昨今ね、かなり増えてるんです。まあ金銭的に困窮していたりね、やりたい仕事だったりすると、判断力がね、鈍ってね、オファーを受けちゃうとか、話を聞いてみちゃうみたいな人もね、結構ね、いるんですよ。ベラさんがタイへ向かって1週間が過ぎた頃から、彼女からは仕事に対する不満を訴えるメッセージが届くように、その内容は現地での仕事が約束と違いかなりの重労働であることや、すぐにでも帰りたいと思っていることなど、長年の海外暮らしで旅慣れているはずのベラさんがそうやって弱音を並べることに、両親もどこか違和感を覚えていたのです。そしてベラさんがタイへ旅立って3週間後の10月4日、ついに彼女からは何の音沙汰もなくなってしまいました。娘のベラさんと両親は距離が離れていても常に連絡を取り合っていた非常に親密な親子。連絡が一切つかなくなるのは異例の事態でした。不安を募らせる両親。すると今度は見知らぬ SNS アカウントから次のようなメッセージが届いたのです。あんたらの娘は俺たちの施設にいる。殺されたくなければ50万ドルを支払え。日本円換算で7650万円もの身代金を要求するそのメッセージ。そう、ベラさんはモデルの仕事だと騙され、犯罪組織に囚われてしまっていたのです。いや、ちょっと怖すぎるわね。なんかベラさんからもうさ、連絡がないってことは何かされてる可能性あるわよね、もう。まあほんとそうなんですよ。タイに渡ってからね、ベラさんの身に一体何が起こったのか。彼女を待っていたのは、モデルの仕事とは似ても似つかないものだったんです。後戻りできない選択。タイへの渡航後、ベラさんの姿が最後に確認されたのは2025年9月20日、スワンナプーム国際空港でのこと。防犯カメラに捉えられていたのは出国ゲートを通過する彼女の姿。そう、ベラさんはタイへ仕事をしに来ていたはずですが、実は約1週間の滞在の後、自らタイを後にしていたのです。彼女が乗ったのは午前7時20分発のタイ国際航空 TG301 便。行き先はミャンマー・ヤンゴンでした。ミャンマーには地方の民兵と中国の犯罪組織の連携によって運営されている詐欺拠点が存在します。レストランや店舗なども立ち並び、表向きは小さな都市のようにも見えるそれらの拠点。国境沿いに存在するその拠点には約12万人の外国人が監禁されているといいます。一説にこの詐欺拠点は2021年のクーデターによって政権を握ったミャンマー軍の収入源となっており、それらの犯罪行為は政府によって黙認されているとも。ベラさんもミャンマーのその情勢は重々承知していたはず。しかし空港の防犯カメラを見る限り、彼女は誰かに強制されることもなく、自発的にミャンマー行きの便へ乗り込んでいました。この時はまだ家族に対し仕事が順調であることを伝えるメッセージを送っていたベラさん。彼女は犯罪組織に騙されているとは気づかず、モデルの仕事の一環だと信じてミャンマーへ向かう指示に従ったと考えられるのです。タイでの仕事って言われてたのにさ、いきなりミャンマーに行けって言われて、怪しまずにそうやって行っちゃうってさ、何か見張られてたってこと？まあ、というよりもね、怪しいと思いつつも、まあ、向かっちゃったっていうのがね、そうなの。事実だと思います。まあ、というのもね、人間で一度やるって決めたことに関して自分の中で違和感が出てきてもね、それをちょっと無視したりとか、自分の頭で最初決めたことをやり遂げようみたいなね、心理ってあるんですよ。というわけで本日のメタなキーワード、コミットメント効果について。コミットメント効果とは、公の場で一度やると意見表明したことに対し、その決定に沿った行動を取り続けようとする心理効果のこと。人間は一度やると言ったことを裏切る行動を不誠実に感じます。そのため実際にやってみて思っていたのと違うと感じても、悪い情報を無視したり考え方を変えたりして自分の選択は正しかったと思い込もうとする傾向があるのです。例えば2007年のロシアで売春をしている女性654人を対象に、売春は強制されたものか自発的であるかを調査するアンケートが行われました。その際、自発的に売春をしていると答えた女性は全体の 51%。 そうした女性は強制されていると答えた女性よりも客から暴行を受けた経験がある割合が2倍も高かったといいます。それにもかかわらず、客のことを思いやりがある人だったと答える割合は3倍高かったとも。この結果は、自分から売春をやると決めた人ほど客からひどい目に遭わされても無理やりに自分の選択は正しかったと思い込もうとすることを物語っているのです。家族や友人たちにタイでモデルをやると宣言していたベラさん。またその仕事は旅の資金不足に際して飛び込んできたまたとない高収入のチャンスでもありました。ミャンマー行きを命じられ違和感を感じていたとしても、
も、それらの事情からベラさんが自分の選択は正しかったと信じるようにしていた可能性は十分にあります。そしてミャンマーへ到着してすぐ、詐欺拠点に拉致されたベラさんはパスポートやスマホを没収され、外部と接触する手段を全て断たれました。こうして彼女は詐欺を働くための奴隷となり、1日16時間以上の労働を強いられたと考えられています。それでもベラさんが SNS 経由で家族へメッセージを送れたのは、彼女が命じられたのが SNS やマッチングアプリを使ったロマンス詐欺だったため、男性と親密な関係になって偽の投資へ勧誘したり、お金を貸してほしいなどとねだったりして金銭を騙し取るロマンス詐欺。ベラさんはこの詐欺を命じられたため、 SNS へアクセスできるデバイスの使用を許可されており、合間を見て家族にメッセージを送っていたと考えられるのです。しかし万が一助けを求めたことがバレたりすれば、どのような仕打ちが待っているか分かりません。そのためベラさんは思っていた仕事と違った疲れたなどの遠回しな内容しか送れずにいたのでしょう。そして詐欺拠点へ拉致されてから2週間後の10月4日、ベラさんから家族への連絡は一切途絶えてしまいました。さらにその直後、組織から家族へ送られた日本円にして7650万円もの身代金要求。この一連の出来事は、彼女が詐欺を働く奴隷として使えないと判断されたことを意味していたのです。身代金を払えばね、解放されるのかもしれないけど、7600万円でしょ。そこらの人がほいって準備できるような金額じゃないわよ。そうなんです。そして身代金が用意できなければ、ベラさんがたどる道は明らかなんです。最悪の結末。2025年10月上旬、ベラルーシ・ミンスクのベラさんの実家では、両親が重苦しい表情でスマホ画面を見つめていた。あんたらの娘は俺たちの施設にいる。殺されたくなければ50万ドルを支払え。ベラさんを拉致した組織から送られてきたそのメッセージ。あまりにも莫大な身代金を用意できるはずもなく、両親は交渉のメッセージを送り返していた。しかし組織からは数日音沙汰がない状態。要求額に満たなくてもどうにか娘を解放してもらえないものか、詐欺の人員として役に立たないと判断され、今頃は売春を強要されているかもしれない。両親の脳裏には様々な想像が駆け巡っていた。そしてあなた、メッセージが来たわ。スマホの通知音とともに声を上げた母オルガさん。父親のセルゲイさんも慌てて彼女の元へ駆け寄った。組織から届いたそのメッセージの内容は、あんたらの娘は臓器を抜き取られて燃やされたよ。もう手遅れだ。ミャンマーの詐欺拠点において、グループの指示に逆らった者や詐欺のノルマを達成できなかった者には凄惨な罰が与えられるとされています。その内容は暴行、電気ショック、売春の強要など、そして懲罰の対象が迎える最悪の結末が、臓器を摘出され殺害されてしまうこと。犯罪組織から家族に送られたメッセージの通りだとすれば、ベラさんは詐欺のノルマを達成できず、その最悪の結末を迎えてしまったと考えられるのです。詐欺で成果が上げられないなら命で払えってこと？これ臓器まで売りさばかれちゃってるんでしょ。両親からしたらなんて言ったらいいのかもう悲しすぎるわよ、こんなこと。生きたままね、詐欺に加担し続けるか、ノルマ未達で殺害されてしまうか、いずれにしても地獄なんです。アルゴのね、オンラインサロンではこのミャンマーの闇深い事情にかなり迫ったね、動画も用意してるんで、興味ある方はね、ぜひね、概要欄から秘密結社アルゴメトリーを見ていただければと思います。ミャンマーの犯罪組織と連絡を取っていた最中にも、ベラさんの両親はベトナムのベラルーシ大使館やタイ、ミャンマーの領事館などに娘の失踪を報告。捜査が続けられる中、10月下旬にはミャンマーからとされる公式文書が家族の元へ届けられました。文書の内容は、ミャンマーで働いていたベラさんが心臓発作で死亡し、10月16日に火葬されたというもの。しかし犯罪組織から送られた臓器摘出の後殺されたというメッセージが存在することから、この公式文書は政府による隠蔽目的のものともされています。あるいは実際は公式文書であるかどうかも怪しいとする声も。ベラルーシ政府としては、現時点ではメディアの独断で報道された不確定な情報も多く、ベラさんがどのような状態にあるかは一切分かっていないという見解。そのため彼女は今も行方不明者とされており、タイやミャンマーの捜査機関やインターポールの協力によって捜索が続けられている状況です。同様の手口でミャンマーへ拉致される外国人は後を絶たず、2025年9月30日にもモデルの仕事と騙されて拉致されていたロシア人女性が1人救出されています。またアジアを中心に被害が広がっ
っている今回の事件は、私たち日本人にとっても人事ではありません。例えば2025年1月にはミャンマーの詐欺拠点に捕らえられていた愛知県在住の16歳の高校生がタイ当局に保護されました。さらに2月には同じく日本人の高校生が2人保護されています。このようにミャンマーの犯罪組織の実害は日本にも例外なく及んでいます。被害者はベラさんと同じく偽の SNS 広告に騙される場合もあれば、組織が大人の日本人を使いオンラインゲームで親密になった上で誘い出すケースも。犯罪者はあの手この手でターゲットを誘い出しており、その手口は月日を追うごとに進化していってるのです。一度犯罪組織の手に落ちれば逃げ出すことは容易ではありません。巧妙な手口に引っかからないために、あなたはどのような心がけが必要だと思いますか？